皆さんどうもこんにちは、たいのすけです。食べ物が綺麗なお皿や器に盛り付けられていると華やかになりますよね。ただ、絵を描くときは器など形がしっかりしたものは難しいと思う方もいらっしゃると思います。今回は絵の形を取るときに私が何を考えているのかを中心に説明します。後半では柄のある器に艶を入れる時のコツもお伝えします。ぜひ最後までご覧ください。それではスタート。用紙と素材写真に同じグリッドを配置しています。素材写真をよく見てみましょう。形を取るにあたって私はこれを見てまず輪っかが何個あるかと考えます。器の縁、お汁粉の汁、器の底、少なくとも3つはあります。器だけでなく、蓋にも輪っかはあります。こんな感じで3つですね。次に考えるのはパースです。パースとは遠近法のことで、ここでは詳しく説明しませんが、極端に書くとこの器はこういうパースの上にあるはずです。こういうイメージを持っておくのは大切です。正確なパースを書く必要はないけれど、頭の隅でこのイメージを持っておくことが正確な形を描くことにつながります。私がいつも使う Adobe Fresco には幾何学系のテンプレートがあるので、それを利用します。こんな感じで、まずは楕円で全体を構成しました。この輪っかとグリッドを頼りに線をつなげていきますが、こんな風にいきなり線を引いたりはしません。短い細切れの線で描いていきます。何度も描いて消してを繰り返しながら正しい線を見つけていきます。余計な線を消して器の形ができました。お汁粉の部分の形を取ります。ここでも細切れの線でカクカクと描いていきます。私は下書きではあまりダイナミックにガリガリと描きません。この細切れの線でカクカクと描いていくのが一番効率がいいです。器の模様を描いています。私はいつも下書きの時は画面を拡大しません。下書きで一番大切なのは全体的に正しい形を取ること。引いた目線で全体を見ながら描くことが大切です。今このサイズで見える範囲のものを印のように可能な限り書き込みます。下書きを頼りに線画を描いています。下書きで印のように残した情報を清書します。この時は画面を拡大して細かい部分をなるべく正確な形にしていきます。下書きで書いた情報が正しいのかどうかを写真と比較しながら書いています。少しスピードアップしてご覧ください。色の下塗りをしています。今回の動画は形の取り方を中心に説明しています。ですので、この下塗りやこの後の書き込みはスピードを上げて飛ばしてしまいます。次はこのお椀の蓋の書き込みについて説明します。柄が描かれた器にどのように艶を入れるのかということについてです。ではそこまでいってらっしゃい。ということで、この絵も残すところはこの後この蓋の書き込みだけですね。蓋の模様については下書き、線画、下塗りとずっと丁寧に形を描いてきました。実はここまでですでに7割は完成しているようなものなんです。あとはこの艶や細かな書き込みをするだけで完成します。まずはこの辺りの色の差から書き込みます。次にこの辺りの艶に取り掛かります。でも艶といってもこんなに微妙な色の差をどのように書き分ければいいのでしょうか。やってみます。新しいレイヤーを作って、レイヤーの描画モードをスクリーンにします。スクリーンとは定山の反対で、色を明るくして鮮やかさを落とすというモードです。その下にある色の関係性を崩さずに明るくすることができます。ではこの艶はこの色で塗っていきます。どうでしょう。黒は黒のまま、
赤は赤のまま、色の関係性を崩さずに明るくできました。この器の艶の表現にスクリーンが使えると知っていたので、下塗りでもあまり悩まずに色を塗り進めていました。反対側のこの部分は、まず赤いところにトーンを加えます。黄色いところにも。そしてここでもスクリーンで色を重ねていきます。スクリーンに塗る色も一色ではなく、このように何色か使い分けて表現していきます。こんな手法が使えるのもデジタル絵描きの特権ですね。皆さんも機会があったらぜひスクリーンを試してみてください。ということで、絵ができました。私が描く絵はそのほとんどが独学によるものです。何十枚、何百枚と描くうちに身につけた私独自の手法です。このチャンネルでは私が身につけた手法やアイデアをできる限りわかりやすくお伝えします。これからも皆さんにとってためになる動画を作っていきますので、チャンネル登録をして応援してもらえるととっても嬉しいです。また、もしこの動画が楽しかった、何かの役に立ったと思ったら、高評価ボタンもお願いします。それでは最後までご視聴ありがとうございました。